19世紀初頭の英国社会において、結婚は単なる愛情の結実にとどまらない、より複雑な意味合いを持つ制度でした。特に女性にとって、それは経済的安定と社会階級の維持、あるいは上昇を叶えるための、極めて現実的な、市場として機能していたのです。当時の女性は、父親や夫に法的に従属し、相続権や職業選択の自由が著しく制限されていました。自らの将来を切り開く上で、地位と財産を持つ男性との結婚は、事実上ほとんど唯一の合法的な手段であり、自身の持参金という形で家族の財産の一部を夫となる者に譲渡することで、ようやく社会的な地位と生活保障を獲得できる冷徹な現実が横たわっていました。この結婚市場は、彼女たちの人生を左右する絶対的な存在であり、その選択は個人の幸福だけでなく、家族全体の命運をも握るものでした。ジェイン・オースティンの1813年に発表された不朽の名作、傲慢と偏見は、この結婚という制度の深層に潜む人間本性と、当時の厳格な社会階級制度、そしてその中で女性がいかに自己を確立していくかを描き出し、今日に至るまで多くの読者を魅了し続けています。当初、ファースト・インプレッションズというタイトルで構想されていたこの物語は、ハートフォードシャー州のメリトンやハーツフィールド、そしてダービーシャー州に位置する広大なペンバリーといった具体的な地名が織りなす情景の中に息づき、当時の社会の息吹を読者に鮮やかに伝えるだけでなく、単なるロマンス物語にとまらず、当時の風俗、慣習、そして何よりも人間の本質を鋭くえぐり出す社会批評としての側面をも持ち合わせています。オースティンは、卓越した観察目と基地に富んだアイロニーを駆使し、社会の虚飾と人間の内面的な葛藤を巧みに描き出すことで、時代や文化を超えた普遍的なテーマを私たちに提示するのです。物語の中心となるベネット家は、イングランドの田舎町ロングボーンに暮らすジェントリ階級、すなわち地方の地主階級に属します。彼らは貴族ではないものの、代々受け継がれた辞書を所有することで一定の社会的地位を保っていましたが、その家系は決して裕福ではなく、経済的な基盤は常に脆弱でした。この不安定さは、ベネット家が直面していた法的制度に起因します。父親であるベネット氏が亡くなれば、ベネット家の辞書は、限定相続制、エンテイルメントという法制度のため、男系子孫に限定され、5人姉妹の誰にも継承されません。これは、一家の財産が遠縁の男性親族であるミスター・コリンズに渡ることを意味し、5人もの娘を持つベネット家にとって、彼女たちが持参金も財産もなく路頭に迷う可能性を秘めた、まさに絶望的な状況でした。この冷厳な事実は、ベネット夫人にとって娘たちを裕福な男性と結婚させることが、一家の将来、ひいては娘たちの生活を確保する唯一の道であり、彼女の人生における最大の使命となっていました。夫人が時に滑稽なほど結婚に執着する背景には、当時の女性が置かれていた選択肢の少なさ、すなわち経済的自立を果たす手段が結婚以外にほとんど存在しなかったという、社会構造が生み出す切実な現実が横たわっていたのです。一方、ベネット氏は皮肉屋で読書を好み、妻の軽薄さにうんざりしながらも、家庭の問題にはあまり積極的に関与しようとしません。しかし、5人の娘の中でも特に、その基地と独立心を評価する次女エリザベス、当時に10歳を最も気に入っていました。エリザベスは、聡明でウィットに富み、当時の社会規範や飲酒に盲目的に従うことを嫌う、真に自立した精神の持ち主でした。彼女は周囲の意見に流されることなく、自身の目で物事を判断し、信念に基づいて行動する強い意志を持っていました。そのような時代背景の中、ベネット家の近くネザーフィールドに、独身で巨額の財産を持つチャールズ・リングリー氏が越してくるという知らせは、ロングボーン中の社交界、特にベネット夫人にとって、まさに青天の霹靂、一大事件となります。リングリー氏、当時22歳は、
快活で愛想がよく、純粋で素直な性格の持ち主であり、周囲からすぐに好意を持たれる人物でした。彼の登場は、閉鎖的になりがちな田舎の社交界に新たな活気をもたらし、特に独身の娘を持つ家庭にとっては希望の光と映りました。ビングリー氏と共に訪れた友人、フィッツウィリアム・ダーシー氏、当時28歳は、さらに広大な自所ダービーシャーにあるペンバリーを所有し、年間1万ポンドという莫大な年収を持つ、はるかに高位の紳士でした。しかし、その態度は傲慢で人付き合いが悪く、初対面の人々、特に地方の社交界に慣れない人々には強い嫌悪感を与えました。彼の堂々たる物腰と、周囲を見下すかのような視線は、彼が自身の社会的地位と家柄に絶対的な自信と誇りを持っていることを如実に物語っていました。これは、貴族的な血筋と莫大な富に裏打ちされた特権意識の表れであり、彼自身の傲慢の根源でもありました。特に、メリートンで開かれた初めての舞踏会で、エリザベス・ベネットを十分に魅力的でない、と評し、共に踊ることを拒否したことは、エリザベスの彼に対する最初の偏見の火種となります。その場にいた人々はダーシー氏の無礼さに呆れ返り、エリザベス自身も深い侮辱感と憤りを覚えました。長女のジェイン、当時22歳は、その美しさ、優しさ、穏やかな性格でビングリー氏の心をすぐに引きつけ、二人の間には淡い恋が芽生え始めます。しかし、ダーシー氏のエリザベスに対する無礼な態度は、物語の主要な対立関係と、登場人物たちの傲慢と偏見という作品全体の中心テーマを鮮やかに導入し、今後の展開における人間関係の複雑な危うを予感させるものでした。ネザーフィールドに滞在するビングリー氏とダーシー氏、そしてビングリー氏の姉妹たちとの交流は、ロングボーンの社交界に新たな風を吹き込み、ベネット姉妹たちの運命を大きく左右するきっかけとなります。快活で温厚なビングリー氏は、たちまちベネット家の長女ジェインの美しさ、穏やかな人柄、そして純粋な心に魅了され、二人の間には急速に愛情が芽生えていきました。彼らの関係は、まるで春の陽光の下で花が咲き誇るように、自然で心地よいものであり、周囲の誰もが二人の結婚を確信するほどでした。一方、ダーシー氏は、当初エリザベスを社交的な場にふさわしくないと考え、特に彼女の家族、ベネット夫人の露骨な結婚への執着や、末娘たちの軽率な振る舞いを軽蔑していました。彼は、自身の高い社会的地位から、地方のジェントリ階級の人間、特にベネット家のような年間に1000ポンドと推定される財産に乏しい家庭の人間を一段低く見ていたのです。しかし、ダーシー氏は、エリザベスの生き生きとした知性、鋭い洞察力、そして何よりも自分自身の意見をはっきりと主張する独立した精神に、徐々に、そして抗いがたく惹かれていくことに彼自身が戸惑いを感じていました。彼の内面では、彼女の魅力と、自身が所属する高い社会階級が要求する品位、そして彼自身の頑固な、傲慢、との間で激しい葛藤が生まれていました。彼は彼女の魅力に抗いながらも、その聡明な瞳に吸い込まれていくのを止められなかったのです。この時期、ベネット家の遠縁にあたるミスター・コリンズが突如として登場します。彼は、限定相続制によってベネット家の自所を継承することになっている人物であり、自らの社会的地位を確立するため、そしてダーシー氏の叔母であり巧妙なレディ、キャサリン・ド・バーグの推薦を得るため、ベネット氏の娘の一人と結婚することを画策していました。彼はそのずうずうしいまでの自己中心的な性格、常に他人を自分より劣っているとみなし、レディ、キャサリン、ド・バーグに対しては卑屈なまでにこびへつらう態度で、多くの人々に不快感を与えました。当時の聖職者としての立場は、貴族の庇護を受けることで成り立っており、コリンズの言動は、その制度的な従属関係を如実に反映していました。彼はエリザベスに求婚しますが、彼の傲慢で自己陶酔的な性格、
そしてレディ・キャサリンへの不自然なまでの服従を嫌ったエリザベスは、その申し出をきっぱりと、そして断固として拒絶します。当時の社会において、女性が財産上の安定を約束された求婚を拒否することは極めて異例であり、その決断は、エリザベスの独立した精神と、経済的合理性よりも個人の尊厳と真実の感情を重んじる揺るぎない姿勢を示しました。これは、彼女が周囲の期待や社会の慣習に安易に流されない、真に自立した女性であることを浮き彫りにしました。エリザベスに拒否されたコリンズ氏は、すぐさまエリザベスの親友であるシャーロット・ルーカスに求婚し、シャーロットは熟考の末、それを受け入れます。シャーロットの結婚は、愛情やロマンスよりも実用性と安定を優先する当時の多くの女性たちの現実を象徴していました。彼女の選択は、エリザベスとは対照的に、財産も美貌も乏しい多くの女性が直面していた社会的な圧力と、結婚が経済的な死活問題であるという選択肢の少なさを明確に示しています。彼女は愛のない結婚を承知の上で、生活の安定を選んだのであり、その決断には当時の女性の悲哀が込められていました。さらに、この頃、陸軍士官であるミスター・ウィッカムがメリートンに登場します。彼はその魅力的な外見、礼儀正しく人当たりの良い態度、そして口達者な話術で、エリザベスを含む多くの人々、特に女性たちの心をたちまち引きつけました。ウィッカムは、ダーシー氏から不当な扱いを受け、かつてダーシー家から与えられるはずだった生殖録を奪われたという、偽りの物語を巧妙に語り、エリザベスのダーシー氏に対するすでに存在していた偏見をさらに強固なものにしました。この虚偽の告発は、ダーシー氏の貴族的な傲慢と結びつき、エリザベスの中で彼への嫌悪感を決定的なものにしました。彼女はウィカムの言葉を疑うことなく信じ込み、ダーシー氏を冷酷で不誠実な人物だと深く確信するに至ったのです。しかし、オースティンは巧みな伏線を張り、ウィカムの真の姿が後に明らかになる利己的で放蕩な行動によって、徐々に露呈していくことを示唆します。ベネット家周辺の人間関係が複雑に絡み合う中、物語の緊張感は次第に高まっていきます。ビングリー氏とジェインの間で育まれていた淡い恋は、突然の別離という試練を迎えます。ビングリー氏がネザーフィールドから予期せずロンドンへ戻ったという知らせは、ジェインを深く傷つけ、愛娘の将来を案じるベネット和也に大きな衝撃と絶望を与えました。この決定には、ビングリー氏の妹キャロライン、ビングリーと、そして友人であるダーシー氏の介入があったことが後に判明します。ダーシー氏は、ジェインの感情がビングリー氏ほど深くはないと誤解しており、またベネット家の社交的な地位や、特にベネット夫人の露骨な振る舞い、末娘たちの軽率な言動が、ビングリー氏の評判に悪影響を及ぼすことを強く懸念していました。彼自身の高慢な階級意識、そして友人を守るという責任感が、この判断の根底にあったことは否めません。この出来事は、社会階級と家族の評判がいかに個人の感情や幸福を容易に左右するかを如実に示し、純粋な愛が社会的な壁によって引き裂かれる悲劇性を浮き彫りにしました。そんな中、ダーシー氏はシャーロット、ルーカスが妻となったコリンズ氏を訪ねてハンスフォードに滞在していたエリザベスに、まさに予期せぬ求婚をします。この求婚は、エリザベスがダーシー氏に対して抱いていた偏見と、彼自身の高慢な態度が頂点に達した瞬間でした。ダーシー氏は、エリザベスへの愛情を認めつつも、その表現は極めて傲慢でした。彼は、彼女の家族の身分が低いことや、彼女が自身の社会的地位からかけ離れていることを強調し、あたかも彼女に結婚という大恩恵を与えているかのような上から目線の態度でプロポーズしたのです。その態度は、彼の内面にある彼女への惹かれと、彼の生まれ持った階級意識の間で揺れ動く激しい葛藤を示していました。エリザベスは激怒し、彼の尊大な態度と、ジェインとビングリーの仲を引き裂いたとされる彼の行為、そしてウィッカムに不当な扱いをしたという疑惑を理由に、彼の求婚を激しく、そして感情的に拒絶します。
彼女は彼の傲慢さを痛烈に非難し、彼自身の偏見がどれほど彼女の感情を傷つけたかを訴えました。エリザベスのこの激しい拒絶は、彼女が経済的な安定や社会的地位よりも、個人の尊厳と真実の感情、そして正義を重んじる揺るぎない精神の持ち主であることを明確に示しました。それは、当時の女性としては極めて異例であり、彼女の並外れた自立心と知性を際立たせるものでした。エリザベスの拒絶を受けて、ダーシー氏は彼女に一通の手紙を渡します。この手紙こそが、物語における最大の転換点であり、エリザベスの世界観を根底から揺るがす真実の啓示として機能するのです。手紙の中でダーシーは、エリザベスが抱くすべての誤解を一つずつ、詳細かつ論理的に解き明かしていきます。まず、ウィッカムの真の性格を暴き出すくだりでした。ダーシーは、ウィッカムが自身に与えられた生殖録の代わりに多額の金銭援助を受けながらそれを放蕩三昧で散財し、財産を食い潰した事実を詳細に記述します。さらに、彼の卑劣な本性が最もあらわになったのは、まだ幼く純粋なダーシーの妹ジョージアナ、当時16歳を、その莫大な財産目当てに誘惑し、駆け落ちを画策した過去の忌まわしい出来事でした。ダーシーは、このスキャンダルを未然に防ぎ、ジョージアナを守るために多大な努力を払ったことを明かします。ウィッカムがダーシー家との関係を悪用し、自身の非を棚に上げて同情を誘う常習犯であったことも、手紙によって明らかにされるのでした。また、ビングリーとジェインの関係については、ダーシー氏自身の誤解と、ジェインの控えめな感情表現がビングリー氏と同じほど深くはないと判断したこと、そしてベネット夫人の露骨な結婚への執着や、ベネット姉妹の未熟で軽率な振る舞いがビングリー氏の評判を損なうと考えたことが、介入の理由として詳細に説明されていました。当時の上流階級の女性は感情をあまり表に出さないのが美徳とされていましたが、ダーシーはジェインの平静さが愛情の欠如だと解釈してしまったのです。このダーシーからの手紙を読み進めるにつれ、エリザベスの心には深い衝撃と混乱が渦巻きます。彼女は、自身の判断がいかに表面的な情報や初期の印象、そして自身の感情、特にウィッカムの甘い言葉に流されていたかを痛感します。ダーシーに対する彼女の根深い偏見が、実は彼女自身の知性と洞察力に対する過信から生じていたことを悟り、深い恥と後悔の念にとらわれるのです。手紙は、ダーシーの傲慢さだけでなく、彼の誠実さと責任感を浮き彫りにし、エリザベスが抱いていたすべての誤解を粉々に打ち砕きました。この自己認識の変化こそが、彼女の精神的な成長の最も重要な段階であり、表面的な印象にとらわれず、物事の本質を見抜く真の洞察力を獲得する契機となったのでした。彼女は、自身が、傲慢と偏見の被害者であると同時に、加害者でもあったことに気づき、心の奥底から反省の念を抱きます。ダーシーからの手紙を読んだエリザベスは、自身の偏見と判断の誤りを深く反省し、彼への見方を根本的に改め始めます。ウィカムの真の姿を知り、自身の軽率な判断を恥じるとともに、ダーシー氏が妹ジョージアナを守ろうとした兄としての責任感、そしてビングリーのために友人を守ろうとした真摯な思いに心を動かされました。その心の変化は、友人のシャーロットが結婚したコリンズ氏が務めるレディ、キャサリン・ド・バーグのハンスフォード邸を訪問した後、偶然にもダーシー氏の広大な領地であるペンバリーを訪れた際に決定的なものとなります。当時、ダーシー氏が不在であったため、エリザベスは心を許して屋敷の内部を見学することができました。ペンバリー邸は、その壮麗な建築と広大な庭園だけでなく、そこに息づく調和と秩序が、ダーシー氏という人物の真の性格を物語っているようでした。広大な敷地に広がる自然を計算し尽くした庭園デザインは、彼の内に秘めた美意識と、周囲への配慮を示唆していました。邸宅の細部から漂う品格と、その運営の完璧さは、彼の責任感と高潔な精神を視覚的に象徴していました。そこで彼女は、ダーシー氏の忠実な使用人たちから、
彼がいかに親切で公正な主人であるか、そして地域の人々からいかに敬愛されているかという証言を直接耳にします。彼らが語るダーシー氏は、エリザベスがこれまで抱いていた傲慢で冷酷な貴族像とはかけ離れた、温厚で思いやりのある人物であり、彼女のダーシー氏に対するイメージは完全に覆されることになります。さらに、ペンバリーでダーシー氏の妹ジョージアナ、ダーシーとの出会いも、彼の内面の優しさと兄としての責任感をエリザベスに強く印象をつけました。ジョージアナの控えめで純粋な人柄は、ダーシー氏が家族を深く愛し、大切にしていることをエリザベスに示しました。ペンバリーでの体験は、エリザベスが彼の外見的な、高慢の裏に隠された真の人間性、すなわち高潔な品性と温かい心を看破する重要な契機となったのです。それは、偏見のベールが剥がれ落ち、真実の光が彼の人物像を照らし出す瞬間でした。しかし、その穏やかな時間は、ベネット家にとって壊滅的なニュースによって打ち破られます。末娘のリディア、当時15歳が、詐欺師のウィッカムと駆け落ちしたという知らせが届いたのです。当時の社会において、結婚前の女性が男性と駆け落ちすることは、その女性自身の評判を永久に傷つけるだけでなく、家族全員の名誉を汚し、特に他の姉妹たちの結婚の可能性を絶望的なものにするほどの深刻な事態でした。リディアの軽率で無責任な行動は、ベネット家を社会的な破滅の淵へと追いやります。当時の社会は女性の低層観念に厳しく、結婚前の駆け落ちは、不名誉として、その女性だけでなく家族全体に拭いされない烙印を押すものでした。一度失墜した名誉は、上流階級の社交界において回復は不可能であり、それは経済的、社会的な死を意味しました。ベネット夫妻は娘の身を案じ、もしウィカムがリディアと結婚することを拒否すれば、一家は決定的な破滅を迎えるだろうと絶望に打ちひしがれました。父親のベネット氏は自室に引きこもり、夫人はヒステリーを起こして家の中は混乱を極めます。家族の名誉を守るため、ミスター・ガーディナーが奔走する中、予期せぬ形で事態は解決します。ウィッカムはリディアと結婚し、彼らが結婚生活を送るための資金、年間100ポンドの手当もダーシー氏の支援によって提供されたのです。その結婚は極めて不本意なものでしたが、ベネット家は何とか社会的な体面を保つことができました。後にエリザベスは、この危機を解決するために、ダーシー氏が人知れず多大な労力を費やしたことを知ります。ダーシー氏は、ウィッカムが隠れていた場所を突き止め、彼の莫大な借金、数百ポンド、当時の貨幣価値で現在の数千万円にも相当を肩代わりし、さらに毎年一定額の収入を保証することで、彼をリディアとの結婚へと同意させたのでした。しかも、ダーシー氏はこの事実を誰にも知られないよう、細心の注意を払っていました。彼のこの一連の行動は、ダーシー氏が単なる高慢な貴族ではなく、他者を思いやり、責任を果たすことができる高潔で真に立派な人物であることを決定的に証明しました。特に、彼がかつて自分を拒絶したエリザベスの家族、ひいてはエリザベス自身の名誉を守るためにそこまで尽力したという事実は、彼のエリザベスに対する深く揺るぎない愛情と、彼女に対する過去の誤解を乗り越えようとする真摯な努力の証でした。この出来事は、エリザベスがダーシー氏に対して抱いていた最後の偏見をも完全に払拭し、彼女の心の中でダーシー氏への尊敬と愛情が確固たるものとなる、まさに決定的な転換点となったのです。彼女はダーシー氏の内なる高潔さ、真の紳士としての品格を理解し、彼への愛が確かなものとなりました。ダーシーは、単なる階級的な、高慢から、真の人間的な、品格へと成長を遂げていたのです。リディアとウィカムの結婚という家族の危機を乗り越え、ダーシー氏の隠された高潔な行動を知ったエリザベスは、彼に対する見方を完全に改め、心からの尊敬と深い愛情を抱くようになりました。彼女は、彼が自身の高慢さと階級意識を乗り越え、真に善意と責任感から行動したことを理解したのです。しかし、
二人の関係には依然として社会階級の壁という大きな障害が立ちはだかっていました。その象徴的存在がダーシー氏の叔母であり、誇り高き貴族であるレディ・キャサリン・ド・バーグでした。彼女はダーシー氏が自身の娘と結婚することを当然の義務と考えており、ベネット家のような低い身分の女性との結婚は一族の名誉を傷つけるものだと、凝り固まった階級意識に基づき信じて疑いませんでした。彼女にとってダーシーの結婚は家柄と財産、そして血統を維持するための契約に他ならず、個人の感情はその中で軽視されるべきものでした。ある日、レディ・キャサリンはエリザベスをハンスフォード邸に呼び出し、ダーシー氏との結婚の可能性を放棄するよう傲慢な態度で迫ります。彼女はエリザベスを口汚く罵り、ベネット家の低い社会的地位、財産のなさ、リディアの不祥事を挙げて、ダーシー氏との結婚など許されるはずがないと一方的に言い放ちました。それは彼女の持つ貴族としての絶対的な権威と、それを傘に来た高圧的な言動の典型でした。しかしエリザベスは彼女の強迫的な要求にもこめせず、自身の意志を強く主張し、将来の結婚の可能性を否定しませんでした。彼女は、あなた様もご自身と同じくらい高慢な相手でないと満足されないでしょう、と反論し、毅然とした態度でレディ・キャサリンの威圧をはねつけました。このエリザベスの揺るぎない精神と、社会的な地位や財産に流されることの内心に自立した女性としての姿勢は、間接的にダーシー氏に伝えられ、彼の心を一層強く引きつける結果となりました。彼はエリザベスの高潔さと勇気を再認識し、彼女こそが自分の生涯の伴侶にふさわしいと確信したのです。その頃、リングリー氏もダーシー氏の誤解が解け、彼がジェインの愛情が本物であると確信したこと、そしてビングリー氏自身の揺るぎない愛情が実を結び、二人の間には真の愛情に基づいた婚約が成立します。ロングボーンの社交界は歓喜に包まれ、ベネット夫人も長女の結婚に狂喜乱舞しました。そして、ダーシー氏はレディ・キャサリンの訪問の翌日、再度エリザベスに求婚します。前回の高慢なプロポーズとは打って変わり、彼は自身の過ちを深く反省し、心からの謙虚さと愛情を持ってエリザベスに結婚を申し込みました。エリザベスもまた、彼の成長と深い愛情を受け止め、喜びとともに彼のプロポーズを受け入れます。このようにして、高慢と偏見の結末は、単なるハッピーエンド以上の意味合いを持ちます。それは、当時の結婚が主に経済的、社会的利益を追求する、市場であった時代において、真の愛と相互理解、そして個人の成長が、社会階級の障壁や固定観念を乗り越えることができるという力強いメッセージを提示しています。エリザベスは、自身の偏見を克服し、ダーシー氏の内面の高潔さを見抜くことで、社会的地位にとらわれない真の自己を発見しました。一方、ダーシー氏もまた、自身の高慢と階級意識を捨て去り、エリザベスの独立した精神と知性を尊重することで、人間としての成長を遂げました。彼らの結婚は、互いの欠点を受け入れ、相手を理解しようと努力する中で育まれた、真のパートナーシップの理想型を示しています。オースティンは、この物語を通じて、財産や地位に支配される社会において、個人の尊厳、知性、そして本物の愛情がいかに価値あるものであるかを雄弁に語りかけたのです。ベネット姉妹たちのそれぞれの結婚は、当時の女性たちが直面した異なる選択と、その中で見出せる多様な幸福の形を示しており、この物語は時代を超えて私たちの心に響き続ける普遍的なテーマを提示しています。エリザベスとダーシーの物語は、単なるロマンスを超え、人間性の奥深さと偏見を乗り越えた先に広がる真の理解と共感の重要性を教えてくれる、永遠の物語として語り継がれています。